はい。では、レッスン9、の漢字を始めます。This is the first 漢字 in lesson 9、この漢字ですけれども、まずコンポーネントをちょっと見てみましょう。この漢字、これは飼う、牛という意味です。それから、このパート、we have learned this one、before、これは flag とか something to do with clothes。それからこのパートなんですけれども、これはone radical、it means、like official sword or knife という意味です。So someone is sitting on a cow with an official sword, with a big knife, and with flag. So he must be in control、という、ストーリーです。読み方ですけれども、オンリーディングで制と読みます。例えば、制度、これシステムなんですけれども、よくコンパウンドで教育制度、エデュケーションシステム、それから学校制度、スクールシステム、こんな使い方をします。あと、制服、これはユニフォームです。この服っていうのは cloth の意味です。それから税制、これは税金の税です。So, tax system。それから強制する。強っていうのはいいですね。これ勉強の強なんですけれども、強い force の意味があります。So, 強制する。to force someone to do something という意味です。はい。では次の漢字です。この漢字ですけど、full という意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。このラディカルもよく知ってますよね。water。それからこの上のところ、ここですけれども、これは grass の意味があります。みんながよく知ってるのは薬。So, grass that make you feel relaxed or、fun というので、これ drug 薬という意味です。それからこの一番下のこのところ、ここは both という意味があります。So, both side of the water、you will see lots of grass. So, the water must be full. こんなストーリーです。それから、読み方なんですけれども、オンリーディングで例えば満足、to be satisfied。それから満員、これは、人がいっぱいです。という意味です。full of people という意味です。それから不満、例えば dissatisfaction 不満があります。例えば大学に不満があります。それから未満という、これはですね less than 何々という、使い方があります。例えば18歳未満の人、people who are less than or、younger than or under、18 years old。So, 18歳未満の人はダメです。で、クンリーディングなんですけれども、あまり使いませんけれども、みという読み方があります。満ちる、例えば something、to become full。これはでもあまり使いません。オンリーディングだけで大丈夫です。はい、次の漢字です。この漢字、意味は advance とか progress の意味があります。それからコンポーネント、これはもうみんな勉強しましたよね。このラディカルを見たら something to do with legs or to go という意味です。それからこのパートも前に勉強しました。これはstands for bird。So you can imagine a bird is with legs are advancing or progressing。で、読み方ですけれども、オンリーディングで、進という、読み方があります。例えば、進学する。advance to a higher、school。例えば、大学に進学した。advance to college。それから、進行する。例えば、会議が進行している。The meeting is in progress。それから、進歩 to progress。同じ意味なんですけれども、テクノロジーが進歩した。technology advanced or progressed。それからですね、先進国、これ、developed country。これ、後進国、underdeveloped country。こんな使い方もあります。クンリーディングですけれども、クンリーディングでは進む。例えば、このプロジェクトは進んでいます。This project
is、advancing or progressing。こんな使い方をします。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は to fall とか、fail、something こんな意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。このラディカル大丈夫ですよね。これは grass、薬の話をしました。それからこのラディカル、これは water、大丈夫ですよね。それから、このパートなんですけれども、これは each、とか every という意味があります。So, in the fall,、every、water、the grass falls というので、fall とか fail、のいう意味があります。読み方ですけれども、まずオンリーディングが楽というのがあります。例えば落馬する。これホースの意味です。そう、馬から、fall の意味です。ですから、そう、馬から落ちる、fall from the、horse。それから、落語っていうのを、知ってますよね。日本での落語。この落語にもこの、落を使います。あと、落下する、to fall from the sky、の意味なんですけれども、こんな、使い方もします。あと、訓リーディングがよく使われます。落ちる、この時にはですね、to fall の意味もあるんですけれども、to fail の意味もあります。例えば、大学に落ちた、試験に落ちた、fail the exam、それから成績が落ちた、この時には、fall とか get worse の意味です。my grade、got worse、という意味です。それから2階から落ちた、という時には I jumped from the second floor。ちょっと気をつけてください。英語の fall っていうのは intentionality。So in English, you could say、she had a bad fall とか she fell、これは unintentional なものです。その時には日本語では we use 転ぶ for unintentional fall、そう、昨日転んでしまいました。I fell、その時には転ぶ。でも intentionally jump とか fall、その時には落ちるという、言葉を使います。次の漢字です。この漢字ですけど、意味は、to cooperate、あるいは to corroborate の意味があります。で、このコンポーネント、大丈夫ですね。So, 10, you have lots of powers、in order to cooperate, or you have to cooperate. で、読み方なんですけれども、今日という読み方があります。これはオンリーディングです。例えば、協力する to cooperate、あるいは、to collaborate の意味があります。パーティクル、気をつけてください。何々と協力する。例えば、日本と協力する。あの人と協力する。そんな使い方をします。それから、協会、アソシエーション。例えば、自動車協会、オートアソシエーション。それから、協定、パクトとか、アグリーメント。国際協定、インターナショナルアグリーメント。こんな意味があります。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は rank とか position という意味があります。これは大丈夫ですね。このラディカル、これ person。それからこれは to stand の意味があります。So, that person is、standing in the right position。ポジションという意味があります。読み方ですけれども、オンリーディングでいという読み方があります。例えば、位置、日本の位置、the position of Japan。それから地位というので、social status、それからsocial rank の意味があります。例えば、彼の地位は高い。His position, social status is high。あとですね、ナンバーと一緒について、1位、2位、3位、というので、例えば、レースなんかで、first, second, third、という、使い方もあります。first position、それから second position、third position。あとですね、これはちょっとエクストラですけれども、みんなが勉強した10分ぐらい、これ about、そうですね、about 10 minutes、みんなはひらがなで書いても大丈夫です。でも、時々、
日本人の人でこの漢字を10分ぐらい、これを使う人もいます。でもこれは勉強しなくても大丈夫です。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は happiness、それから happy という意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。この上のところ、これは、soil あるいは、this part or this character can be used to indicate 土曜日 Saturday. So you can imagine a story like it became Saturday, so a person is happy, like jumping and opening his or her arms. So it's happiness という意味です。で、読み方なんですけれども、オンリーディングではこう、例えば幸福、これは全部なアジェクティブになります。幸福な、happy、幸福な人生、happy life。それから幸運、これは fortunate。それからこの不っていうのはこれはネガティブです。そう、不幸なっていうのは unhappy という意味です。不幸な人生。あとですね、クンリーディングで幸せ、これも happy という意味です。同じ意味です。例えば、幸せな人生、happy life。幸福な人生、これも同じ意味です。それから不幸せ、これはネガティブの意味ですから、unhappy、不幸せな人生、unhappy life、というような使い方をします。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は able、それから approve という意味があります。で、ちょっとコンポーネントを見てください。このパートですよね。これはcoming from this 超というんですけれども、this kanji character means like town subsection. It used to be also used as a counter, but we no longer use those things. でも、imagine the meaning of town subsection. それから、notice this hook, don't forget this hook. それから、inside, これは mouth.So someone who has a mouth in a town, he is the only person who can approve something、という意味で approve あるいは able という意味があります。読み方ですけれども、オンリーディングだけです。か。例えば、可能な possible、例えば、このプロジェクトは可能です。This project is possible、それから、不可能な、これいいですね、ネガティブ、impossible。それから可能性というので possibility という意味があります。例えばこの大学に合格する可能性 The possibility that、you can pass this university はありません、というこんな使い方をします。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども意味は plain とか original とか basic、そんな意味があります。でストーリーというかコンポーネントなんですけれども You can imagine some sort of like a cliff or mountain and this is white and this is small. So raising a small amount of white rice is a basic for the survival skill in the mountain. これで、全部で、field とか plain とかそれから basic、original そんな意味になります。で読み方なんですけれどもオンリーディングで原、例えば原因、これ cause、それから原則、これ principle、ベーシックな rule という意味です。それから原点、この時は、starting とかオリジナルポイント、starting point という意味があります。あと原稿、これ manuscript です。そうですね。オリジナルな、それからこうっていうのは、これはスクリプトの意味があります。それから原始的な、これ primitive です。これは start の意味です。だからオリジナル、それから start、そう原始的なという意味です。あと、クンリーディングで原という、読み方があります。日本語で field の意味が野原と言います。それからよく日本人の名前原田さん、とかこんな名前にもよく使われます。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども意味は cause、depend、それから be limited という意味があります。で、You can imagine
someone is trying to stretch out inside the box, but it is limited. So, be limited の意味があります。ちょっと気をつけてください。There's another character, looks like this, but its inside is a person. So the person is inside the box. This character means prison という意味です。So those two are different. So just be careful. 読み方ですけれども、in という、オンリーディングは in です。例えば、原因、cause、それから死因、これは death、死んだ理由、cause という意味です。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は seek とか demand の意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。これですけれども、this actually looks like this 水 water. In fact, this part is associated with the meaning of water. But one thing, this kanji is different from this 水. So, 1, 2, 3, 4. This is 4 strokes. But this one is 1, 2, 3. So 3 strokes. So they are different, but they are both associated with the meaning of water. So you can imagine a story like someone is on top of the water, raising hand to seek for help. で、読み方ですけれども、オンリーディングで救と読みます。例えば、求人、これは人を、seeking for person、help wanted、それから求職、これは、就職の職、job、の意味があります。So、これは job search。それから求婚、これは結婚の婚です。So、to propose marriage の意味です。あと、要求する。これは、必要、necessary な demand、to demand の意味です。それから、クンリーディング、これは求める、と読みます。例えば、助けを求める、seek for help、という使い方があります。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は appearance とか、それから contain の意味があります。で、コンポーネントなんですけれども、上のこの部分ですよね。これは roof。それから下のところ、これはですね、谷、valley という意味があります。So you put a roof on top of the valley so that you can contain the whole area. そんな意味があります。オンリーディングなんですけれども、要、例えば内容、content、例えばこのクラスの内容とか宿題の内容、会議の内容、こんな使い方をします。あと、美容院、これはビューティーサロンです。あと、文法の言葉ですけれども、よく形容詞、adjectives、この形容詞、用というのを使います。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は to calculate の意味があります。で、コンポーネントですけれども、この上のパート、これは意味は竹、バンブーの意味です。So you can imagine a story, someone is actually with big eye and counting the number of bamboos. で、読み方なんですけれども、オンリーディングで算とか残、になります。例えば、計算、これ、to calculate、計算してください。please calculate、それから、算数、これは arithmetic、それから何ですか、算数というか数学、mathematics でよく使うものなんですけれども、これ、足し算、consistently for this combination, you always use 算、on reading. So, 足し算、addition、引き算、subtraction、掛け算、multiplication、それから割り算、division
こんな言葉も、みんな、多分便利だと思いますから覚えておいてください。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は equal、とか、時々 class の意味があります。で、コンポーネントなんですけれども、この上のパートも勉強しましたよね。We just learned this、radical. これ、associated with bamboo。それから下のパート、これは、temple、お寺というあれです。So you can imagine a story like、each temple has the same or equal number of bamboo trees. で読み方ですけれども、オンリーディングでどう、例えば、平等、これなアジェクティブなんですけれども、equal、例えば、平等な社会を作りたい。we'd like to、create an equal society、そんな使い方をします。あと、クンリーディングなんですけれども、クンリーディングで等しい。でよく特に、サイエンスとかマテマティクスで使われるんですけれども、A は B と等しい、あるいは A は B に、等しい。A is equivalent to or is equal to B という使い方をします。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は go away、それから leave という意味があります。で、この上のコンポーネント、これはいいですよね。soil とか ground、土曜日の土ですけれども、you can imagine a story, someone is like sitting under the ground. So he must have left this world. He must be gone, dead、というような意味です。So、go away とか leave という意味です。で、読み方ですけれども、オンリーディングで今日、例えば去年 last year、それから過去 past。クンリーディングで去るという読み方があります。これ、去る、to leave の意味です。で、アメリカを去る、to leave the United States。このパーティクルをお気をつけてください。何か場所を去る、to leave some place という意味です。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は happy、それから happiness、それから be glad という意味があります。で、ちょっとコンポーネントを見てみましょう。この上のパートなんですけれども、good luck という、luck という意味があります。日本のおみくじ、よく、見ますよね。大吉、excellent luck、それから吉、luck、good luck、それから小吉、small luck、それから今日っていうのが出たら、これは bad luck という意味です。So you can imagine a story. So you got good luck. So you are very happy. So this bottom part is more like, the person is raising hands and be happy. それから読み方ですけれども、クンリーディングで喜ぶ。そう、喜んでいます。あと、オンリーディングで喜という読み方があります。よく使われるのが、例えば、喜劇。この劇っていうのは play という意味があります。そう、喜劇、ハッピープレイ、コメディ。それと反対なんですけれども、これ悲しい劇。そう、sad play というので、tragedy、という意味があります。はい、次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は ocean とか western の意味があります。で、コンポーネントなんですけれども、もうみんなよく知ってますよね。これ、山水、this、radical is associated with water. And this part、この右側ですけれども、これは羊。this character itself is actually sheep. So you can make a story such that, a sheep is crossing the water or ocean to get to the western country. で、読み方なんですけれども、オンリーディングで洋と読みます。例えば、西洋、これは the west。それから東洋、これ、特にですね、East Asia のことを、言います。あと、太平洋、これは Pacific Ocean、それから大西洋、Atlantic Ocean です。あと、これはちょっとプロダクティブなんですけれども、洋食、これ Western、これ食べ物、food、そう、
Western food。それから、この漢字、これ部屋、room の意味があります。So, Western room。それからこの漢字、これは服、clothes。So, Western clothes、洋服、と言います。で、これに対する、プロダクティブな、ですか、カウンターパート、オポジットワードとしては、和食。この和っていうのは日本という意味があります。そう、和食、それから和室、それから和服ですね。Japanese style food、Japanese style room、それから Japanese style clothes、イコール、着物です。